どうも、きみまろです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。先日、こちらの iPhone 15 Pro Max の開封ファーストインプレッションとカメラ性能を紹介する動画を公開しましたが、すでにね、大勢の方にご覧いただいているようなんですけど、今日はこの iPhone 15 Pro Max と一緒に買い揃えたいアクセサリーとか周辺機器っていうのをね、まとめて紹介します。iPhone 15 Pro Max だけじゃなくて iPhone 15や iPhone 14以前の機種をお使いの方にもね、参考になる動画になってるんじゃないかなと思いますので、よかったらね、最後までご覧いただけたらと思います。では早速いってみましょう。はい、まずこちら、カメラのレンズを保護するカバーですね。こちらは2マソのアルミ合金製のレンズカバーです。iPhone 15 Pro Max はカメラ性能が非常に高くて、僕もね、このカメラ目当てで買ったところもあるので、レンズはね、絶対に傷つけたくないなと思いまして、今回も僕が iPhone 12 mini の頃から愛用しているこちらの2マソのアルミ合金製のレンズカバーを購入しました。こちらね、もうすでにつけてますけど、こんな感じでマットブラックで、結構ね、スチール感もちゃんとあって、すごいね、スタイリッシュな見た目なので、こういうね、ブラックチタニウムのボディとかにもぴったりですよね。もう最初からこうやって売られてたんじゃないかなぐらいにね、すごい馴染んでますよね。めちゃめちゃかっこいい。貼るとね、こんな感じになります。でこれね、ご覧の通り、ここ穴が開いてるタイプなんですよね。フィルムとかが一切貼っていなくて、穴がそのままね、開いてる形になってるので、もう透過性はそういう意味ではね、100% です。取り付け方は簡単で、裏側がシールになっているので、これをレンズにぴったりと合わせて貼るだけです。3つのカメラレンズに合わせて貼るので、ずれることは絶対ないですよね。ほんとね、ぴったりはまります。しかもね、この穴の部分にはフィルムを使っていないので、気泡が入る心配なんかもないです。で、穴が開いているとレンズむき出しになるので、傷がつかないってね、心配される方も結構いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけども、レンズが傷つくのってこういう風に本体をね、下に置いてこれで擦ってしまうとか、こういった時についちゃうパターンが一番ね、多いんじゃないかなと思うんですけど、この2マスのレンズカバーは 0.3mm というね、絶妙な高さになっているので、レンズよりも少し高いところまでちゃんとしっかりカバーしてくれるので、レンズを擦ってしまうという心配はないです。実際僕もこのね、3年前の iPhone 12 mini からここにも貼ってますけど、こんな風にずっと使ってたんですけども、こういう風にね、見ていただくと分かると思うんですけど、カバーのね、この縁の部分とかはね、シルバーになってるここの部分っていうのは削れちゃってるんですよね。こういう風にカバーの部分は削れちゃったり傷ついてしまったりするんですけども、このね、レンズはもう完全無傷っていうのがね、見ていただいたら分かるんじゃないかなと思います。こんな感じでね、レンズを無傷で保護してくれます。かといってね、無駄に厚みがあるわけではないので、カメラにね、このレンズの縁の部分が映り込んでしまうなんてこともないですし、超広角で撮っても映り込むこともなかったですし、あと iPhone 14 Pro の時気づいたのは、これつけておくとね、カメラにゴーストがちょっと入りにくくなるんですよね。拡散が抑えられるのか、カメラにね、あんまりこうフレアとかゴーストがね、こう入りにくかったりしたので、ちょっとね、まだ15 Pro Max では試してないんですけど、多分ね、ゴーストもちょっと入りにくくはなるんじゃないかなと思います。こういったね、2マスのレンズカバーなんですけど、これは iPhone 15 Pro Max と iPhone 15 Pro 用ですが、レンズの形が一緒なのでね、その2つは兼用なんですけど、 iPhone 15用とかだとレンズの数が違うので、購入する時もね、間違わないように気をつけてください。 iPhone 15 Pro Max 用のレンズカバーの商品リンクは概要欄に貼っておきますので、気になった方はね、ぜひそちらからチェックしてみてください。あと続いてはディスプレイを保護するガラスフィルムですね。ディスプレイはね、セラミックシールドが採用されているので、かなり頑丈ではあるんですけども、やっぱり傷つけてしまうのが不安なので、今回もちゃんとガラスフィルムを貼っています。ガラスフィルムも前回から引き続きこちらを使っています。はい、これですね。スピゲンの Easy Fit ガラスフィルム。こちらを貼りました。これもね、iPhone 12 mini の頃からお世話になってます。このおかげでね、iPhone 12 mini も iPhone 14 Pro もディスプレイはね、無傷で乗り切れました。ただ何度か iPhone 12 mini とかね、結構何度か落としてしまったので、ちょっとわかりますかね。こことかこんな感じでちょっと傷ついちゃったりとか、こことかもね、ちょっと傷ついてしまったりとかしたんですけども、このガラスフィルムを剥がせば、元々のね、ディスプレイの方は完全に無傷です。こちらの iPhone 15 Pro Max もすでにね、もちろん貼ってるんですけど、ちゃんと保護してくれるけどすごく薄いので、こう透過性も非常に高いですし、スクロールでこう引っかかったりすることもないし、すごいスムーズにスクロールもできます。貼ってるのを忘れそうなぐらいね、極薄のフィルムです。そうだ、この前この iPhone 14 Pro を落としてしまった時に、1年貼っていてガラスフィルムが割れてしまって、今 iPhone 14 Pro はね、今ガラスフィルムなしで使ってるんですけど、ガラスフィルムなしで気づいたんですけど、
結構フリックするとね、指が引っかかりますね。指がどれぐらいこう乾いてるかとか汗ばんでるかとかにもよると思うんですけど、結構ね、指が引っかかる感じが正直あって、このね、ガラスフィルムを貼ってる方がね、よりスムーズに動くなっていう印象がありました。引っかかりがね、ちょうどいい感じになるんですよね。フィルム剥がした状態の iPhone 14 Pro だとフリック入力で結構ミスとかが起きて、なかなかね、思うように文字が打てないとかいうのもあったんですけど、このね、15 Pro Max 今も貼ってますけど、こっちの方がね、よりスムーズに指が滑る感じがしました。はい、なのでそういう意味でもね、ガラスフィルム貼っとくのね、おすすめです。ガラスフィルムはね、各社出されてますけども、この指がね、引っかかる感じとかっていうのはね、もうその人でね、結構馴染み方も違うかと思うんですけど、個人的にはこの Easy Fit ガラスフィルムめちゃめちゃ馴染むというかね、スクロールさせやすい質感だなと思いました。あとこれね、とにかく貼りやすいです。貼り方を動画でご覧いただきますと、ガイドの裏側にフィルムがついているので、貼り付ける面のフィルムをこう剥がします。そしてガイドをしっかりはめ込んで、真ん中のプレス&スライドというところを矢印の方に向かってしっかり指でスライドさせて、ここで30秒待ちます。そうするとガラスフィルムがどんどん吸着していくので、その後ガイドを外しまして、ガラスフィルムの表面のフィルムをゆっくり剥がします。そうするとご覧の通り簡単に綺麗にガラスフィルムが貼れます。もし気泡が入ってしまっていたら、この付属のヘラでこの気泡を抜いてあげれば完全に気泡も除去することができます。こんな感じでめちゃめちゃ簡単に綺麗に貼れます。かなり簡単に貼れるので、失敗することはないと思いますが、もし失敗してもスピゲンのガラスフィルムは2枚入りなので、1回ミスしてももう1回ね、やり直すことはできます。ほんと簡単なので、こちらおすすめします。あと本体の保護ですが、僕はね、もう長いことスマホケースはつけていません。裸で使ってます。ずっと裸族です。最近の iPhone はね、ボディが本当に丈夫ですし、この iPhone 15シリーズなんかはね、このフレームにチタニウムをね、採用しているので、そんなに簡単にはね、傷つかないと思います。せっかく端末自体が軽くなってるのに、ケースをつけてわざわざ重くするのもなんか嫌だなと思って、ずっとケースはね、つけていなかったんですけど、今までもね、落としたりしてもボディにはほとんど傷はつきませんでしたね。これ1年使った iPhone 14 Pro ですけど、これもね、1年間ケースつけずに使いましたけど、ほとんど傷ついてないですよね。目で見る限りは、ここにちょっとついてるぐらいかな。ここだけちょっと削れちゃってるんですけど、これぐらいですかね。1年使ってもほんとこれぐらいです。少なくともね、パッと見て傷ついてるなと思うほどのね、傷はついていないです。で、この iPhone 15 Pro Max もこういう風にね、ちゃんとレンズと、あとはこのね、先ほどのガラスフィルム、このディスプレイの保護っていうのがちゃんとされているので、今回もね、ケースなしでいこうと思います。ケースはつけないんですけど、その代わりにね、こちらをつけています。おなじみのモフトのスマホスタンドですね。もうかれこれ6年ぐらい前からずっとモフト使ってます。こちらはマグセーフ対応端末用のモフトスナップオンシリーズなんですけど、カラーはね、ジェットブラックというのを選びました。iPhone 15 Pro Max のようにマグセーフ対応の iPhone だったらこういう風にね、背面にマグセーフでピタッとくっつけることができます。あとこれ素材がモバスというね、モフトが開発したビーガンレザーでできていて、結構ね、高級感もあって、肌触りもなかなかいいんですよね。結構丈夫なので、毎日使っていてもね、劣化はしにくそうです。結構高級感あっていいですよね。このモフトのいいところは、こういう風に広げれば即座にね、スマホスタンドとして使うことができるというところですね。こういう風にスマホを縦で見たり、このままね、横に倒せばスマホを横で見ることもできるし、ちょっと高いところで見たいなと思ったら一度立ててこれを外して、こういう風に取り付ければ少しね、浮かせた状態でフロートモードで見ることもできます。こんな感じですね。動画とかを見るときはね、こういう風に横にして少し高くして見るとね、動画は見やすくなりますね。はい、さらにね、このモフトのスナップオンいいのが、ここがね、カードケースになってるんですよね。カードが 2,3 枚入ります。でクレジットカードとか、僕はここに会社のセキュリティカードなんかもね、入れて持ち歩いています。これもね、非常にミニマルでとても薄く作られているので、 iPhone 15 Pro Max の背面につけたらね、とてもスタイリッシュにまとまります。続いて充電器周りを紹介していきましょう。まずはね、モバイルバッテリーです。こちらアンカーの633マグネティックバッテリーです。
これはこういう風にね iPhone 15 Pro Max のような MagSafe 対応端末にこういう風にピタッとくっつけて充電することができるワイヤレスタイプのモバイルバッテリーです。MagSafe でワイヤレス充電できるので、ワイヤレスなんでねケーブルをつなぐことなくこうピタッとくっつけて充電することができます。で MagSafe でワイヤレス充電する場合は最大ね 7.5W の出力なので急速充電というわけではないですが、iPhone 15 Pro Max とかね結構バッテリーの持ちがいいので、外出して帰り際にちょっとねギリギリバッテリーが切れそうだなって時とかに臨時的に使うとか、そういう使い方になるんじゃないかなと思います。それには十分すぎるぐらいのバッテリーです。でもちろんここに USB-C のコネクタもついてるので、ここに USB-C のコードを挿して、iPhone 15 Pro Max はね USB-C なので、こういう風に USB-C のケーブルを挿して充電することももちろんできます。USB-C ケーブルをつないで充電するときは、これは 20W の出力で充電することができます。なのでこちらの方が結構早くね充電することができますね。こちらねこんなにコンパクトなのに1万 mAh の大容量なので、 iPhone 15 Pro だったら2回ぐらい、この iPhone 15 Pro Max だったら1回半ぐらいはね充電できると思います。結構大容量ですね。あとこちら爪をねこういう風に開くと、こちらもねスマホスタンドとして使うことができます。こういう風に充電しながらスマホスタンドとして使うことができるってことですね。こちら今ね Amazon の商品ページを見ると、まだね iPhone 15 Pro Max 対応とは記載されていなかったんですけど、今ね見ていただくと分かると思うんですけど、ちゃんとね充電できてますよね。なので問題なく充電はできます。 iPhone 14 Pro の時も商品ページの更新がね結構遅かったので、そのうちね更新されるんじゃないかなと思います。はい、まずこのモバイルバッテリー、あとそのね有線で充電する時のケーブル、こちらも紹介しておきます。こちらは結構おなじみですね。アンカーのパワーライン3フロー USB-C のケーブルです。おなじみの絡まないケーブルですね。ケーブルがねこのシリコン素材を採用しているので、柔らかくしなやかで手触りもね結構サラサラで、バッグの中とかでもこうぐちゃぐちゃしても絡むことがまずないです。長さはこちらの 0.9 メートル90センチですね。これと 1.8 メートルがありますけど、毎日ね持ち歩くんだったら 0.9 メートルの方で十分なんじゃないかなと思います。長すぎるとねちょっとかさばると思いますので、この 0.9 で十分だと思います。あとこのケーブルを使ってコンセントから急速充電したいときはこちらをおすすめします。アンカーの511チャージャーナノ3の 30W ですね。こんなにコンパクトなのに 30W の出力ができます。しかもいいのがね、このプラグが折りたたみ式になってるので、ここにねカチャッと収めることができます。収めたらもうこんなちっちゃいです。めちゃめちゃちっちゃいですよね。iPhone 15 Pro Max は iPhone 14 Pro と同じく充電速度はね最大 27W らしいので、このね 30W の充電器があれば最大限のスピードで充電することができます。これねほんとめちゃめちゃコンパクトなんで、これとね先ほどのこちらパワーライン3フロー、これをね持ち歩いておけば、バッテリーが切れた iPhone 15 Pro Max でも30分もあればね 50% ぐらいの充電ができちゃいます。これ持っとけば外出先でも安心ですよね。はい、こちらの 30W の電源アダプターおすすめです。あとはまだ発売していないんですけど、今ね買おうと思ってるのがこちらですね。アンカーのナノパワーバンクです。これは折りたたみ式の USB-C プラグがついているモバイルバッテリーで、最大 22W の出力ができちゃいます。容量は 5000mAh なのでそんなに大きくはないんですけど、 iPhone 15 Pro Max はバッテリーの持ちもね非常にいいので、これでもね十分じゃないかなと思ってます。これのいいところは MagSafe じゃなくて USB-C コネクタに差し込むタイプなので、先ほどのねこのモフトみたいにモフトつけちゃってると充電するときにねいちいち剥がしてこの MagSafe 対応のバッテリーをつけたりってする必要があったんですけども、こちらのねナノパワーバンクだったらモフトをね剥がすことなくそのままね USB-C 端子にこう差し込むことができるので、使い勝手も非常にいいんじゃないかなと思います。モフトをつけたまま USB-C コネクタから充電できるので、こっちの方がね使用頻度高くなるんじゃないかなと思ってます。あと iPhone 15シリーズはこの USB-C コネクタから Apple Watch とか AirPods を充電することもできるので、こちらも持っておくことをお勧めします。はい、まずはこちらですね。アンカーのポータブルマグネティックチャージャーです。こちらこれ外すとここにね USB-C のプラグがついていて、これを iPhone 15のこの USB-C コネクタに挿しまして、でここに Apple Watch を載せればこういう風にね充電することができます。
外出先とかで Apple Watch のバッテリーがね切れてしまいそうな時とかこれでね充電すれば安心です。これもねこんなにコンパクトなので Apple Watch に同梱されている充電ケーブルよりねバッグの中でもかさばらなくていいですよね。あと AirPods の充電も iPhone 15からできます。 AirPods の充電に使うのはこちらですね。エレコムの USB-C to Lightning の 10cm のケーブルです。 AirPods Pro の第2世代はねまだねライトニングなのでこちらのライトニング端子を使います。もう iPhone 15を使い始めるともはやこのライトニングすら懐かしいものに見えてきてしまうんですけども、はい、こちらをね使って充電します。これも使い方同じで iPhone 15の USB-C コネクターにこちらを挿しましてライトニングの方に AirPods を挿すとこれでね充電できましたね。AirPods もねなかなか外出先でそんなすぐにねバッテリーが切れるってこともないんですけども、このねケーブル1本持っておくともしねバッテリーが切れてしまったりとか家でちゃんと充電できていなかった時とかにはね安心だと思います。でこれもね 10cm というね一番短い長さのものを選びました。 AirPods をね充電できさえすればいいのであまりね長いのをバッグの中に入れていてもこれもねかさばるだけなのでこの 10cm のもので十分じゃないかなと思います。充電決まりはこんな感じですかね。あと iPhone 15 Pro Max はカメラ性能が非常に高いので動画とかの撮影機材として本格稼働させたい方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。なので撮影に役立つアクセサリーもいくつか紹介してみたいと思います。まずはこちらですね。三脚です。こちらはウランジの R101 マグセーフ用ミニ三脚というものでカメラのアクセサリーで有名なウランジから出ているねミニ三脚です。こちらね作りとしてはこういう4分の1のねネジがついた三脚、ここを広げるとこう三脚になるんですけどこの三脚にこういったねマグネットプレートこちらをネジ止めしたものになってます。でこちらがねマグネットになっていてこういったマグセーフ対応の iPhone にねペタッとくっつけてもうこれでね吸着させることができるので三脚への吸着も楽だしこう取り外しもねめちゃめちゃ楽です。もちろんね丈夫なのでこんな軽く振ってもね落ちるなんてこともないです。こういうスマホホルダーってクリップ式でこう iPhone をね挟むタイプのものが多いんですけどこれはねこうマグセーフでくっつけるだけのタイプなのでそれでいてねしっかり吸着してくれるので着脱がね楽々です。このね取り回しの良さがねかなり気に入っています。でこの足を広げてこういう風にね三脚として使うということですね。でこれだとね結構高さ低く見えると思うんですけどこれねちゃんとこういう風に引き伸ばすことができます。引き伸ばしてこういう風にね立てて三脚で高い位置で使うことがもちろんできます。高さは27センチまで伸びますので、テーブルでね取るときとかも十分なんじゃないかなと思います。あとねこれ畳めばこういう風にね自撮り棒として使うこともできます。こういう風に iPhone 15 Pro Max とかにねつければもうこれだけでね Vlog とかがね撮りやすくなりますよね。これね昨年購入したんですけどね結構この1年間使ってみてめちゃめちゃ使いやすいなと思ったのでこちらもねおすすめです。あと iPhone 15の特徴として USB-C による高速データ転送というのがありますが iPhone 15 Pro Max で撮った大容量の動画ファイルとかを転送するときに役立つのがこちらです。こちらアンカーの Powerline 2 USB-C USB-C USB3.1 ジェネレーション2のケーブルです。 USB3.1 ジェネレーション2のケーブルなので外付けの SSD に高速でデータ転送することができます。高速データ転送にはサンダーボルトケーブルが必要になったりするんですけどあれねめちゃめちゃ高いんですよね。5000円超えてしまってきたりするんでこれだったらね2000円台で購入できるケーブルなのでこちらの方がお求めやすいんじゃないかなと思います。そしてその外付けの SSD ですが僕はねこちらをおすすめします。サンディスクの SSD2TB のタイプですね。こちらも USB3.2 ジェネレーション2対応になってます。これね 2TB で3万円切れというねかなりコスパの高い外付け SSD です。こちらの SSD はもう YouTube 始めてからずっとこちら使ってますけどうちの動画ファイルのねバックアップはだいたいこのサンディスクの SSD に取ってるんですけどこれはね 2TB なのにこんなに薄くてコンパクトで非常にね携帯性も高いです。なので iPhone 15 Pro Max でプロレスで撮影して先ほどのね USB-C ケーブルこれをつないでそれでこのサンディスクの外付け SSD にもつなぐとこういう風に接続した状態でこれね今上にプロレス HDR ってなってますけどこれで
ここ下見ていただくと、ここ USB-C って出てますよね。これで今保存先がこの USB-C に接続している外部 SSD になってるってことになります。これで動画撮影すると iPhone 15 Pro Max のカメラホルダーにデータが入るのではなくて、こちらの外付けした SSD の方に直接書き込むことができます。こちら 521GB の容量をね選びましたけども、動画をねたくさん撮っているとどんどんね容量を圧迫していくので、動画を撮るときはこうね外付けの SSD にデータをね直接書き込むという風にすれば、本体のデータを圧迫することなく長時間のね動画撮影ができます。 Vlog とかをね撮るときにはこういった大容量の SSD、 こちら必須になってくるんじゃないかなと思います。はい、 iPhone 15 Pro Max を使った動画撮影の時に役立つアクセサリーはこんな感じですかね。あと最後にこちらも紹介しておきましょう。こちらです。エレコムのクリーニングクロス S サイズです。これはこうねディスプレイとかカメラレンズについた汚れを拭き取るクリーニングクロスですね。これでねさっと拭き取るとね本当に綺麗になります。これもね僕数年愛用し続けてますが、めちゃめちゃおすすめです。こうディスプレイを拭いてもいいし、こういう風にねレンズの部分を拭いてもいいですし、もちろん本体を拭いたりとかこのフレーム拭いたりとか、もうこういう細かな繊維のクリーニングクロスなんで、もう iPhone これでねまるっと綺麗にできます。うちにも置いて使ってるんですけど、うちにはねこういう M サイズのちょっと大きいサイズを使ってるんですけど、携帯するのであればねこの S サイズでも全然いいんじゃないかなと思います。これがあれば iPhone をねいつでも綺麗に保っておくことができます。まだ使ったことない方はぜひ使ってみてください。おすすめです。はい、そういったわけで今日は iPhone 15 Pro Max と一緒に揃えたいアクセサリー周辺機器を紹介しました。今日紹介したアイテムは全て概要欄に記載しておりますので、気になる方はチェックしてみてください。このチャンネルではこういった iPhone など Apple 製品に関する動画もいろいろ上げていますので、よろしければチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。あとベルマークも押しておいていただけたら嬉しいです。もしこの動画が良かったと思った方、参考になったと思った方はぜひグッドボタンをよろしくお願いいたします。本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。